トワーペン着きました。今5時半だからどこも空いてません。はい、今回はベルギーのアントワープ旅ということで、まずね、近くのカフェが開くのが6時からだったから30分ぐらい、もう気温が0度近くの中、外でブラブラしないといけませんでした。一番安い夜行バスで行こうって思って、この着く時間帯のチケットを取ったけど、最低限の計画は必要だなっていうのを身をもって実感しました。友達曰くアントワープはファッションで有名らしいから、古着屋巡りとフランダースの犬に登場する大聖堂巡りを目的で行きました。ドミトリーのチェックインが15時からだから時間がめっちゃ空いてて散歩してるんだけど、もうしんどい、重すぎる。日本帰りたい、辛いです。この時から総合的に考えてキャリーケースの方が楽なのではって疑問に持ち始めます。ドイツでは節約するために結構食費を抑えて外食もあまりしてなかったから、せっかくヨーロッパへいるんだし美味しいものを食べないとなって思って Google マップでカフェ探して美味しそうなところ入りました。カフェの後はコインランドリーって選択とかいろいろして、チェックインの時間まで待って、その後聖母大聖堂に行きました。結構店が密集してる広場のど真ん中にバーンって立ってて、結構迫力がありましたね。ネロとパトラッシュの像です。入場で15ユーロくらい取られて、日本円でだいたい2500から3000円の間なんだけど、やっぱそこそこお金かかりますね。ここでも日本円の弱さを実感しました。内装は白を基調としててすごい綺麗でした。ちょうど行った時説教みたいなのもやってて異文化感じれましたね。で、ここがネロとパトラッシュが天使に連れてかれるシーンの場所。感動はしたけど、フランダースの犬をちゃんと見て出ればもっと楽しかったんだろうなっていうのは思いましたね。地下があるみたいだから行ってみたんだけど、全然ここがどういう場所なのか全く分かりませんでした。何ここ。はい、皆さんどうでした聖母大聖堂。自分はまあまあでしたね。フランダースの犬をちゃんと見てたらもうちょい楽しめたかなって思うけど、あと、教会3個目っていうのでもうちょっと見慣れてきたなっていうのは正直あるなって思ってた。はい、以上です。この後は古着屋巡りに行きました。ドイツと同じでやっぱり結構セレクトしてる店でも多分日本よりも値段設定ちょい安めでいいのいっぱい揃ってました。夜ご飯調達にスーパー行ったら寿司がだいたい日本円で3500円ぐらい。もうビビりましたね。自分はケチってサラダにしました。
2日目はベルギーは海鮮が結構安くて美味しいっていうのを聞いて、海鮮のおすすめしてもらったレストランに行きました。聖母大聖堂のすぐ近くにあるフィッシュアゴーゴーっていう場所です。ここでも奮発をしてサーモンのたたきとムール貝のニンニクで炒めたやつを食べました。Brigitte, zeven moeten we aan een andere tafel zitten, dat deze mensen boven willen zitten, goed er anders niet. Zit hier om een acht of onder die kiest maar, oké? Ja, twee kroketjes voor die andere mensen erboven. 安いって言っても6000円ぐらいここで使いましたね。でもすごい美味しかったです。やばい、めっちゃ酔ってる。